にちは。あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、レベル250から大型に乗り換えて良かったこと、悪かったことをお話ししたいと思います。私最初に乗ったバイクがレベル250で、免許も普通免許、中型を取ったんですけど、そこから9ヶ月ぐらいかな。中型乗り続けた後に大型免許を取って、でトライアークのトンネル T120 に乗り換えたんですね。排気量が 250cc から 1200cc に変わって、でT120 もあちこち乗ってみて、ね、ここ良かったなとかね、大型乗り換えてここ良かったなとかね、ここはレベルの方が良かったなみたいなのがいくつか分かってきたので、そこをちょっとねご紹介したいと思います。私みたいに最初レベル250、中型免許取って、でその後ね大型乗ろうかなっていう人結構いると思うんですよ。今中型乗ってるけどいずれ大型取りたいなとか、これからバイクの免許取ろうと思ってんだけど中型最初に取るか、それともいきなり大型にするか迷ってんだっていう人の、参考になればいいかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。で例によっていいところ3つ、悪いところ3つかな、それぞれお話ししたいと思います。じゃあ早速いきましょう。まず1つ目ですね。大型に乗り換えて良かったこと1つ目。1つ目は排気音が豊かですね。これね、結構ね、その YouTube で大型に乗り換えてっていう動画を見るんですけど、あんまりね、排気量のこと言ってる動画ってね、少ないんじゃないかなと思うんですよね。私ね、大型に乗って一番印象に残ったのが、その排気音だったんですよね。排気音が何かっていうと、その 250cc にはない中域低域の太さっていうのかな。そこはね、大型のやっぱ大きな魅力の一つだと思うんですよね。もちろんね、そのトルクがとかそういう話もあるんですけど、やっぱりね、最初、エンジンかけて一番最初に感じるのって排気音なので、そこね、結構ね、大きいと思いましたね。マフラーとかでね、ある程度音色変わるっていうのもあるんですけど、やっぱりね、そのエンジンの容積がもうそもそも違うじゃないですか。レベルだと 250cc の単気筒なので、そのまんま 250cc ですよね。で、T120 だと、1200cc なので、1200cc の2気筒なので、一室 600cc、単純計算で、やっぱその容積の違いで、エンジンをね、爆発させた時のね、音ってね、だいぶ違うと思うんですよ。その単気筒のね、パパパパパみたいな、音も魅力的ではありますけど、やっぱ大型特有のそののぶとさっていうのはね、やっぱ他に変え難いと思うんですよね。音もそうなんだけど、やっぱりその振動とかで伝わってくる感覚も単気筒とは大きく違いますからね。そこはね、大型に乗ってていいなって思うところの魅力の一つですよね。なんか体揺さぶられる感じというかね、そういうのがあるので。はい、というわけで一つ目ね、音でしたね。やっぱこのね、ぶっとい音はね、大型特有だと思いますよ。で、大型乗り換えて良かったこと2つ目。2つ目は、トルクが太い。これはもう言わずもがなですけど、ここも大型の魅力の一つですよね。溢れんばかりの力強さというのかな。この余裕がね、やっぱり全然違うんですよ。そのね、レベルも確かにトルクはあって、普通にね乗っている分には問題ないかなっていうぐらいの、トルクはねしっかりあるんですよ。高速だってもちろん走れるし、合流も難なくできるっていうのはあるんですけど、ね、やっぱりね、その大型と比べると余裕がないですよね。すごい頑張って合流してる感じ、高速道路走ってる感じっていうのはやっぱり 250cc とか普通バイクだとあるなと、レベルだと私はそう感じたんですよね。だからといってなんか無駄にねぶん回したり、すげえ加速させたりっ
ってするわけではないんですけど、十分な力ある中で、ちょっとの力でね、こう走っていくっていうのは、やっぱり気分的にね、ちょっと違いますよね。いざという時にこう、加速できる、なんだろう、心のゆとりみたいなのがあるので、やっぱそこはね、余裕が生まれますよね。排気量違うからしょうがないんだけど、やっぱりね、そのパワーっていうのは、大型バイクの魅力の一つですよね。大型に乗り換えて良かったところの3つ目。3つ目は、走行の安定性が高いですね。レベルもクルーザータイプで、タイヤが結構太いっていうのはあったので、走行は安定してましたけど、大型に乗るとね、やっぱそこは一味違いますね。一味一段違いますね。うるせえ。一つはね、その車重だと思うんですよ。レベルは確か170キロ、レベルの車両重量って確か170キロで、T120 はね、230キロ後半ぐらいなんですよ。だから大体60キロ、70キロぐらいの差があるんですけど、大人1人分違うので、走ってる時のね、そのブレなさっていうのかな。あとは風が吹いてる時の、その、車両の持っていかれなさっていうのは、ここも大型特有かなと思いますね。軽いバイクはね、軽いバイクでいいところはあるんですけど、やっぱ基本走るっていうのを考えると、ある程度重さしっかりあって、で、パワーもあるっていう方が、走る分に関しては、安定しますね。なのでね、疲れないんですよね。レベルもね、そんなフラフラするかっていうとそういうもんではないんですけど、そこまで気使わなくていいかなっていう気はしますね。T120 だと。路面の凹凸なんかも拾っても、車重がある分吸収してくれるので、その辺はね、楽ですよね。でやっぱり顕著に感じるのは高速かな。さっき話したトルクと相まって、大型はね、やっぱり高速道路走るのにはすごい向いてると思いますね。以前出した動画でもありましたけど、レベルはね、高速走れなくはないけど、高速に向いてるかっていうとそうではない気がしますね。短気筒でね、250cc で車重も軽いので、どっちかっていうとね、下道向きなのかなっていう気はします。はい。というわけで、大型バイクのいいところをお話ししました。私が感じるいいところは、やっぱ排気音が豊か。あとは、トルクが太いので、走りに関しては全く問題ないし、直進安定性も高いので、長時間乗っててもね、全然疲れにくい。極端な言い方ですけど、車乗ってるみたいな感じ。ちょっと何言ってるかわかんないです。では、いいところ3つお話ししたので、次はね、ここは大型あんまり良くないなって思うところ、大型バイクに乗り換えて良くないなと思ったところ3つお話ししたいと思います。良くないなと思ったところ1つ目。1つ目はね、とにかく金がかかる。大型はね、燃費がどうこうとか、車検があるとか、いろいろありますけど、総じてね、金かかりますよ。だってさ、免許取るのに、大型免許取るのにまずお金必要でしょ。私、安く済ませられましたけど、それでも5、6万かかったので、普通にね、受けたりすると、10万弱ぐらいはするじゃないですか。やっと免許取りましたってなっても、次、ね、車両がまた高いじゃないですか、大型バイクって。レベルに比べたらね、2倍、3倍っていうのはザラなので、そこでまたお金かかりますよね。で、買ったら買ったで今度は燃費も、レベルはね、私だいたい40キロぐらいかな、リッター40キロぐらい走ってたと思うんですけど、T120 になって、だいたいね、リッター26キロ、4キロぐらい。2倍はいかないけど、1.7 倍ぐらい。で、また廃屋じゃないですか。それでね、また金かかるんですよね。だから、燃費でまた金かかるでしょ。車検も2年で10万円かかるし、点検費用はね、そんなに変わんないとは思うんですけど、
まあ、維持するのにもお金がかかりますよね。で、さらになんかカスタムしようと思って手加えようとすると、パーツ代がまた高いでしょ。だからね、大型はね、全般的にお金かかるんですよ。でそれがね、結構ね、痛いなって思うところはありますね。はい、続いて、大型バイクに乗って良くなかったところ、2つ目。2つ目はね、重い。いいところで言った走行安定性と、まあ、ちょっと関わるんですけど、やっぱりね、車重あって安定するのはいいんだけどね、やっぱり取り回しがね、すごい大変なんだよね。大人1人分ってね、結構でかいなと思いました。で私、普段ガレージに入れてるので、まあ、これをガレージから出すときにね、スロープを下ろすんですけど、やっぱね、まずそこでね、かなり気使うんですよね。まあ、日常的に取り回ししてるわけではないので、これね、久しぶりに週末、久しぶりに触って、ちょっとね、バックで下ろすかみたいになるとね、結構ね、重くてね、気使うんですよ。で、やっとまあ、庭で展開させて、外出ましたと。で、走り出しちゃえば問題ないんですけど、あとはね、その駐車場で、特に峠の駐車場なんかこう、多少傾斜スイッチしたりするじゃないですか。そこでね、ちょっとバランス崩そうものなら、もう一貫の終わりですね。その、サムネの写真撮ろうかなとかで、ちょっとこう、車体動かしたりするじゃないですか。その時にね、結構ね、大変なんだよね。車両を動かすの。まあ私ね、まだ200ちょいなので、まあ大型バイクとしては標準的なのでいいですけど、これがまあハーレーとかね、もっと上のクラスになってくると、まあそれは大変だと思いますね。はい、というわけで、悪いところ2つ目、重いっていうところでしたね。大型に乗って良くないなと思ったところ3つ目。3つ目はね、持て余す。何持て余すかっていうとね、パワーなんですよ。やっぱね、パワーある分、その走りはね、すごいいいんですけど、やっぱりね、乗る場所を結構選ぶなと思いました。今走ってるみたいな、こう、信号のないね、田舎道をどこどこ走る分には全然問題ないんですけど、ね、これが一歩こう街中に入ったりすると、全然パワーを活かせないですよね。だってギアなんかもうずっと一速で走れるんだもん、信号多いとこなんか。幸い私田舎に住んでるので、こうやってね、信号のない田舎道をこう週末走るってことはできるんですけど、やっぱ都会に住んでる人でなかなか遠出できないと。まあ近所 1,2 時間ちょっと回るしかないかなみたいな時はちょっとね、かわいそうだなって思うな、大型だと。逆にね、街中だとね、乗りにくいんじゃないかなって思いますよね。そのアクセルもそんなに回すことできないし、ギアも全然変えないし、やっぱね、排熱が激しいので、猿だ。お猿さんだよ。なんだっけ。排熱が激しいから、嫌になっちゃうよね。で、渋滞に巻き込まれた日にはもう地獄ですね。だからね、本当にね、走るところね、考えないとね、大型いいんだけど、かなりね、きついものがある場面があります。はい、というわけで、大型バイクに乗り換えて良かったこと、悪かったこと、3つずつちょっとお話ししました。私が思うに、その街乗りメインです。で、週末も特にこう遠出しないで、その都会をね、走るんですっていう人は別に中型でも全然楽しめると思います。ただ、週末はちょっと遠出したいなとか、あとは基本高速乗りますとかね、ロンツーしたいんですっていう人は、大型免許取った方が幸せになれると思いますね。やっぱり、ね、全然楽ですよ。走りに関しては。中型でね、頑張って走るっていうのも楽しみの一つかなと思いますけど、私だったら大型乗りますね。で、多分ね、中型に戻ることはもうないんじゃないかなと思うぐらい、やっぱ大型はね、楽ですよ。はい。というわけで、今後もこういったレビュー動画だったり、あとは試乗動画も今後出していこうと思っているので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。